今回は NATO の東方不拡大は本当に約束されていたのかを徹底解説します。1990年の政治的やり取りから法的に何が書かれたのか、そして1999年以降の NATO 拡大がどのように進んだのか、現代のロシアの主張はどこまで根拠があるのか、そしてこの論争が現在の紛争にどうつながるかも考えます。背景、1989年から1990年の欧州、1989年ベルリンの壁が崩壊、東欧各地で共産主義体制が崩れ、ドイツ統一の問題が浮上します。ソ連は統一ドイツの安全保障上の立場に強い関心を持ち、再統一ドイツが NATO に加盟するかが主要な交渉点になりました。西側はドイツ統一を推進する代わりにモスクワの懸念をいかに和らげるかを模索していました。1990年のやり取り。1990年1月、ドイツ外相ゲンシャーが NATO 領域の東方拡大はないと発言したのが最初の提案の一つでした。続いて1990年2月、米国務長官ジェームズ・ベイカーがソ連側に対して、もしドイツが NATO に残るなら NATO は1インチたりとも東へ拡大しないと述べ、当時のやり取りの中での1インチのような表現が広まりました。重要なのは、これらは主に会話や覚書が中心であり、その場の政治的取引として出てきたこと、書面での全ての加盟国を永遠に縛るような条項ではありませんでした。法的に拘束する書面はあったか、ここが肝心です。会話や口頭の保証があったかどうかと、法的に NATO を拡大しないと縛る条約が存在したかは別問題です。結論から言うと、 NATO 拡大を永遠に禁じるような国際条約は存在しません。1990年のドイツに関する最終規定や他の条約文書も NATO の将来の拡大を明文化して禁止する条項を含んでいませんでした。これは後の学術的検証でも確認できます。約束があったと主張される根拠。それでもロシア側は当時、モスクワは西側から実質的な保証を受けたと主張してきました。実際、当時の会話メモや外交文書には NATO の軍隊を東へ移動させないといった文言や NATO 拡大に関する将来的な抑制的表現が見られます。こうした発言が口約束や理解としてロシア側に強く印象付けられたのは事実です。しかし、これが法的拘束力を持つかは別問題です。学術的には事実、見地はあったが、法的拘束力はないという解釈が広く支持されています。1991年以降の現実、 NATO の拡大。1991年のソ連崩壊後、東欧、旧ソ連圏の諸国は欧州東欧安全保障の選択を迫られました。一方、 NATO はオープンドア政策を維持し、1999年にはポーランド、チェコ、ハンガリーが加盟、2004年にはバルト3国などが続きます。以降も2009、2017、2020、2023年の拡大を経て、2024年にはスウェーデンも正式に加盟しました。 NATO 側は加盟希望国の意思に基づくという原則を強調してきました。どこに真実があるか、学会の主要な見解は、真実は中間にあるというものです。つまり、1990年のやり取りで西側がモスクワの懸念に配慮する発言をしたのは確かだが、書面での永続的な約束は存在しない。さらに重要なのは、1990年当時の発言はドイツ統一という特定の取引に結びつけられており、普遍的永続的な同意を意味するものではなかったという点です。現代への影響。ロシアの主張と国際社会の反応。ロシアは1990年の約束は破られたと主張しており、これがウクライナ侵攻などの安保政策正当化の一部として用いられました。一方で NATO、西側は当時の発言は限定的であり、また主権国家が自ら安全保障体制を選ぶ権利が優先されると反論しています。この問題は法的事実よりも記憶と解釈の争いになっている面が強いのです。結論を簡潔にまとめます。1990年に西側とソ連の間で NATO の東方拡大に関して配慮するといった発言や口頭のやり取りは存在した。これが約束と解釈された背景です。しかし、NATO 全体を永遠に縛るような書面の法的条項は存在しません。その後の NATO 拡大は、加盟国の意思と NATO のオープンドア政策に基づいて進行した。これが今日のロシアと西側間の安全保障対立の一因になっているが、
約束が破られたイコール法的違反という単純な構図では説明できない。要するに約束らしき口頭のやり取りはあったが、それは法的拘束力のある合意ではなかった。そして解釈の違いが今日の対立を生んでいる。これが最も妥当な歴史的要約です。いかがでしたか？歴史の事実と解釈は時に政治の道具になります。今日の動画がニュースの背景を理解する一助になれば嬉しいです。よければ高評価とチャンネル登録をお願いします。あなたは当時、東方不拡大の約束があったと思うかをコメントください。